の通りぜひコンポストをおすすめしたいっていう今回はビデオなんですけれども、お庭がない方でも上手にベランダでねコンポストしてる方いらっしゃるので、そういう方法も含めていくつかご紹介をして、それぞれのメリットデメリットについても考えたいと思います。でまずなぜそのコンポストをしていただきたいかという、おすすめしたいかっていうと、まず1つ目は回収に生ゴミの回収に出す必要がなくなって、でそうすると燃やす必要もなくなるから、その焼却のエネルギーもいらないわけだし、それから埋め立て地に持っていかれることもないし、環境に優しいっていうことですね。でそれから2つ目は、生ゴミを回収に出す必要がなくなると、その日までその匂いとかの心配をしながら生ゴミを家の中に取っておく必要が、そのまま取っておく必要がなくなるわけですよね。で忘れちゃったら出すの忘れちゃったらどうしようとかっていう恐怖もなくなるし、それはとっても大きいと思います。で多分生ゴミさえなければ一回回収忘れてもどうってことはないと思うので、多分ゴミを出す回数そのものが減るんじゃないかなというふうに思っています。でそれから、植物とかお花とかをお家でごめんなさい野菜とかお花とかをお家で育ててる方はコンポストって買ってらっしゃると思うんですけれども、それがお家でできたら、買う量が減ってそれも嬉しいですよね。私は土の類をいろいろ買うとみんなビニール袋に入ってくるでしょ。であれが溜まってしまってそのまま捨てなきゃいけないっていうのがちょっと罪悪感、でそれを少しでも減らせたらそれも嬉しいっていうこともあります。で、ここからいろんなコンポストの作り方についてちょっと比較していきたいんですけども、1つ目は私のやっているぼかしコンポストです。で、これは、水気を切った食べ物くずはほぼ何でも入れられるんですね。でお肉も魚もパンもパスタも何でも入ります。で最初はこういう容器を2セットプラス、その発酵を促進するためのぼかしを買ってくるんですね。でこの容器バケツは二重になっていて、内側の容器には底に穴が開いていて、下に余分な水分が落ちるようになっています。で内側の容器にキッチンから出る生ゴミを入れて発酵を促進させるぼかしを振りかけていくだけなんですね、入れるときは。でほぼ2週間で容器がいっぱいになったらもう一つの容器に移るわけなんですけれども、その1つ目の容器はそのまま2週間このまま置いておくんですね。で2週間経ったら土に埋めます。でそれだけなんですね。でちょっとこれ埋めるのが大変といえば大変なんですけれども、私は今すごく気に入ってこのぼかしの2セットを繰り返して使っています。ほぼ何でも入れられて手軽で、匂いもほとんど気にならないですね。でこの2つ外側のバケツの底に溜まった水ジュースを庭とかシンクとかで時々開けなきゃいけないんですけれども、これ開けるのを忘れなければほとんど匂いはしないですね。で、土に埋めて2週間経ったらコンポストが出来上がりますって、説明書とかには書いてあるんですけれども、実際には、私はこれ掘っているところの動画なんですけれども、これは6週間前に埋めたものなんですね。でこれ冬だったので6週間経ってもちょっとだけ形が残ってるのが分かると思います。ただこれ夏はもっとずっと早くなると思います。ですごくですねいい土になってるんですよ。これちょっと嬉しいです。ぼかしコンポストのいい点はさっきもちょっと言いましたけれども、軽い発酵の匂いぐらいでほとんど匂いが気にならず、室内に置けて食べ物が比較的早く分解されるっていうことですね。で虫も湧かないし、その辺はとってもいいです。で、問題は、土に埋めるのがちょっと大変だっていうことと、それからその土に埋める場所が必要だっていうことですね。で私が一番最初にコンポストというものを始めた時
濃縮されたもの、これを水に薄めてじょうろでかけると分解がちょっと早くなりますね。で今お話ししたコンポストの方法っていうのはやっぱり基本的に庭がある方向けだと思うんですけれども、ベランダでコンポストをやってみたいという方向けに一つこれいいんじゃないかなというふうに思ったのがオールアバウトの中の記事なんですけれども、段ボールコンポストという方法なんですね。でこれリンクを貼っておきますけれども、実際に私は残念ながらやったことないんですが、やってる方のそのレポートみたいな感じで普通の段ボールを用意して、でそこに、園芸店で普通にこれ売ってるものらしいんですが、ピートモスと、それからもみ殻を灰にしたもの、これを買ってきてその中に入れて、でそこにどんどん毎日キッチンから出るその生ゴミを入れていくらしいんですね。入れて混ぜていくんですね。でそうすると本当に混ぜていくだけで匂いも虫も気にならないし、不思議なぐらいすごい勢いで生ゴミが消えていくっていう風に書いてあって、それすごいなと思って、これすごくいいなと思いました。はい、じゃあ私の方からもう一つベランダでもできそうって思ったものをねご紹介したいんですけれども、このコンポストバッグ、これまず可愛くない？すごくかわいい。これ初めて見た。LFC ローカルフードサイクリングというところのコンポストバッグなんですって。でこちらは、友達でフードコーディネーターの黒田由香さんが愛用されているもので、彼女ね、大人気のその料理教室を運営してらして、プラス、絶品のねガトーショコラを売ってらっしゃるの。毎日大量の料理をされているだろうゆかさんが、コンポストバッグ歴は、約1年っていうことだったんだけれども、使い心地をちょっとお伺いしてきたので、ちょっとそれをご紹介させていただきたいんだけれども、これ最初に袋と土がやっぱりセットになって送られてくるので、そこに生ゴミを入れて、でゴミ入れたらちっちゃめのスコップかなんかでちょっと混ぜてあげて、でいっぱいになったら熟成するっていう、それだけみたいで、その袋がね二重になってるみたいで、その生ゴミが土になったら土をその、庭に撒いて、新たにまた最初にセットになっていたその土だけを買わなきゃいけないんだけど、土を買って、それで、そのバッグは使い続ける。かなりやっぱりシンプルですよね。虫はちょっと寄ってくるけど大して問題ないし、ただ匂いがねちょっと少しあるって、そのチャックを開けて新しいゴミを入れるときにその生ゴミ臭っていうのがあるから、ちょっとそれが嫌なんだけどっておっしゃってらしたから、さっきのふみちゃんの言ってた EM をちょっとおすすめしてはみたんだけれども、今観察中なんじゃないかなと思ってます。でね、そうゆかさんのね先ほどちらっと申し上げたガトーショコラなんだけど、これって震えるほど美味しいのよ。チョコレート好きの人はね、チョコレート愛好家はほぼ 100% 気に入ると思う。通販をやってらっしゃるからで、リンクを貼っときますね。それからあと料理教室もなんかとっても素敵。すっごく凝りすぎでもないし、かといってなんかちょっとこう手間がかかってるような感じで、もちろん美味しいし、セッティングも素敵だし、とてもおすすめです。こちらもリンクをこの写真、ウェブの写真だけからでも結構惹かれると思うんだけれども、リンクを貼っておきますので、もしよかったらご覧ください。で、素敵なゆかさんの世界をご紹介した後はまたゴミの写真に戻ります。これは私のね、うちの写真なんだけれども、そう1年半ぐらい前かな、ふみちゃんに勧められてコアゴア始めたコンポストなんだけれども、続いてます。で、基本は大きめのプランターに、生ゴミ入れては、ちょっとかぶせるように枯れ葉とか土とか入れて、で、シャベルでかき回してっていうような感じを繰り返してるだけなんだけれども、最初の頃はこの、鉢受け
皿を上に向けて蓋にしてたんだけれども、これだと雨水が溜まっちゃってね大変なんで裏返して、でしかも最初は時々お天気がいい時に日光浴させなきゃとか言って蓋開けに行ったりとかしてたんだけど、それも面倒くさくなっちゃって、で、空気がね通るように材木を挟んで蓋をするっていうことで解決しました。今こんな感じでずっと続けていますけれども、私はそう1年半ぐらい続けて思ったのは、夏はって思うぐらい分解が早くて、冬はって思うぐらい分解が遅いなんかやってるっていうぐらいな感じ、だから私も、あれからちょっと数が増えたかな、増えましたね、4つでやっとみたいな感じで回しているんですけれども、現在のやり方で私は匂いはそんなに嫌じゃないっていうか、生ゴミの匂いは不思議としないんだよね。ちょっとなんていうのかな、うっすら甘いみたいな発酵じゃない、分解してる時のなんか匂いなのかなはするけど、そんなになんかうえっていう感じではなくって、ただ問題は一つあったの、やっぱりウジ虫が出るんですよ。で最初見つけた時は2メーターぐらい飛び抜きましたね、やっぱり。でいろいろ調べたりして、その後どうしようと思ったんだけれども、虫が湧いたところでその堆肥として活用できなくなるわけではまずないということなので、ちょっと安心はしたんだけれども、虫対策としてどうするかっていうことで、今はその、ゴミを入れた後に生ゴミが見えないくらいしっかり土でカバーするっていう方法と、それから時々その天日干しをするっていうこと、それからもう一つは直視しないように目の焦点をずらして、我慢する、この3つで様子を見てます。虫湧いてもそのうちいなくなるって言ってたわよね。そういなくなるの。でもなんかどこ行ったのか大きになっちゃってさ、なんか掘り返してやっぱりいないみたいな感じで確認はしてるんだけど、やっぱりいなくなったと思っても同じバケツで、やっぱりね水分の問題かな、少しジメッとかしてくると湧いてくるような気がするの。だからちょっとその水分調節をこまめに観察するっていうことが大事なんじゃないかなってちょっと思ったんだけど、今そんな感じで様子を見ているところです。また何かの機会にね、その後みたいな感じでシェアできたらちょっといいかなと思ってるんですけれども、外のね、私は外に置いてあって、屋根のないところに置いてあるから、ちょっと雨が長く続いちゃうと外持ってくのがめんどくさいっていうのがちょっとあるんだけども、そのくらいかな。やっぱりその初期の頃、そのゴミが土に変わるっていう驚きっていうのは、本当に感動しましたね。でそうね、ふみちゃんも言ってたけど、家に生ゴミ置かなくなったっていう嬉しさは、コンポストを始めたおかげかなって思ってるんだけど、そうするとベランダの方に割と入りやすいかな、やりやすいかなと思うのは、段ボールかコンポストバッグですよね、きっとね。そうだね、やっぱりなんだろう、やってみないとわからないその方の状況もあるかもしれないしね。だからなんだけど、少量で始めるといいと思う。最初そうね。ちょっとでもその生ゴミが土になるという感動を味わっていただければ、もうちょっとやる気になるかもしれないしね。そうね。例えば1週間分だけやってみるとか、そういうのもいいかもしれない。いいと思う。ぜひぜひ。で、気に入ったらね、少しずつ増やせる。そうですね。ふみちゃん、なんかいろんな工夫をしてる人の話をしてたね、そういえばね。なんか工夫っていうかね、ニュージーランドの一番大きい都会ってオークランドなんですけど、アパート住まいの人が多いわけ。で、私の知り合った割と若い男の子なんだけど、ニュージーランド人の、オークランドって家賃も高いし、シェアハウスしてて、でお庭もないんだけれども、でもなんかその自分ではちょっとね、この忙
忙しいしコンポストできないって言うんだけれども、でもコンポストはしないけど自分の食べ物、自分の、食べ物くず、生ゴミを持って行って、でその生ゴミを受け付けてね、でそこでコンポストにしてくれるっていうところがあるんですって。で別にその生ゴミをそこに持って行って代わりにコンポストをもらうわけではないんだけど、ただ生ゴミをそこに持って行ってコンポストにしてもらうだけなのね。だからその子はその男の子は要するに環境にいいから自分にとって別に特にメリットはないけれどもそういうことをしてるわけ。だから偉いなと思って、なんか若い男の子でもやっぱりちゃんとそういうこと考えてる人もいるんだなって、当然なのかもしれないけれども、だからなんていうかそのコンポストもちろんベランダでも皆さんできたらすごい素晴らしいとは思うんだけれども、コンポストちょっと今の自分には無理だなと思っても、何かそういう形でちょっと生ゴミを減らすようなことができると素晴らしいよね。それ持っていけるって理想だよね、本当にね。本当ね、そう思う。なんか日本でもね、そういうトライアルはあるみたいだけど、まだちょっと一般的でもないのでね、そういうところができたらすごくいいわよね。本当ね。そう、さっきちょっとお話しするの忘れちゃったけど、私がやってる方式だとね、どっちかっていうと私もゴミが消えていくっていう感覚の方が大きくって、そのふわふわの良質の土がもう使い切れないぐらいできるっていう感じではなかった私の場合は。だから、そのグリーンとかやらないけどやらないからっていう方も、その土できちゃって困っちゃうでしょ、コンポストのうちはね、その使い道がないからっていうことで、なんかちょっとコンポストに手を出さないっていう方にはそれほど土はたくさんできませんよっていうことをちょっと確かにね。だからね、今本当にそうやって作ったコンポストって売ってるコンポストよりおそらく非常に、質がいいものでしょう、きっと。だからそれをそのお花とか野菜とか育ててる人に、自分は使わないとしても差し上げたら、もらった人はものすごく喜ぶと思う。すごい貴重だから本当嬉しいと思う、それは。本当にそう思う。だからそう植物を育てない方にもコンポストをちょっと試していただけたらなとちょっと思います。だから最後に、ちょっといろんな状況の方いらっしゃると思います。今いきなりコンポストに切り替えるのはちょっと忙しすぎるとかっていう方には、一つだけやっぱり生ゴミをゴミとして外に出す場合に、やっぱり水分が多いと焼却、さっきふみちゃん言ってたね、焼却するのにすごくエネルギーがかかるっていうのは、皆さんご存知のことだと思うんだけれども、やっぱりできるだけその生ゴミの水をギュッと絞ってでゴミとして出していただきたい、そういうふうに思います。はい、ご視聴ありがとうございました。次回なんですけれども、次回は誰でもちょっと気分が落ちることってあると思うんですけれども、そういう気分が落ちた時にどうやってそれ上げていくかという、そういうお話をしたいと思います。約2週間後の配信を予定しています。どうぞよろしくお願いいたします。